眼帯の海賊は最後の方になんか出しますみたいなことを聞いたことがあって、これってどうなんですかね。これ眼帯の海賊いつ出るかなんですけど、そうですよね。あ、これは眼帯の海賊じゃないかっていうのはWCITRG どうもっといです。どうも神木です。イエーイ。イエイ。もうそろそろ神木さんに飽きてきた頃ですかね、皆さん。声がですね、枯れてきましたね。枯れてきますね。まあそれもそのはず、これもうね、たくさん撮ってるんですよ、もう。まあというわけなんですけど、まだまだ神木さんには聞きたいことがある。はい、まあというわけでですね、今日はですね、はい、この、ワンピース研究家の神木さんに、どうして僕聞きたいことある？例えば皆さん、巷で小田先生が、実はワンピースの正体やラスボスは、1巻に出ている、1話に出ているなどって聞いたことありませんか？聞いたことある。そうで、それってどこで言ってるのってめっちゃ気になりません？今日はこういうワンピースに関する小田先生が発言したというね、衝撃発言の真偽をまず聞いて、で言ってるならどこで言ってるかとか、そういったことをね、もう小田先生のストーカーであるストーカーじゃなくてファンですね、大ファン。はい、小田先生のね、大ファンで、もうワンピースをすでに研究してる神木さんに聞いていこうと思います。というわけで、題して、ワンピースマニアに小田先生の発言の真偽を聞いてみたー。一応ですね、はい、小田先生が喋ってるインタビューとか対談とかそういう本は一応全部持ってると思ってるので、はい、ある程度信憑性はあると思います。おー、はい、確かによく聞きますよね。いや、聞きますね。なんかネットとかでよく流れてるので、それはですね、まあ本当のものがあったり、あ、これはちょっと嘘だなって一人歩きしてるなっていうのがあったりするんですよ。まあ、それをちょっと徹底解剖していきましょう。そうですよね。最近のまとめサイトなんかもね、小田先生、かっこあと5年で終わる、かっこ閉じるみたいなね、いっぱいあるんでね。じゃあ、その中でまず一番有名な、はいはい。ワンピースのラスボス、母親、ワンピースの正体は全て一巻に出ている。これってどうなんですか？これ小田さんが言ったと。はい。どこの小田先生やん。俺らが知らない小田先生が言ってるわ、これは。これ、小田栄一郎先生が言ってる。小田栄一郎じゃん。なんかの先生の小田義信さんと。誰？そういう人やな、多分。誰？こういうのは一切言われてません。じゃあ、黒ひげの正体がコミックス一巻に描かれているってのも言われてない？言われてないですね。逆になんでこんな広まったんですかね？どっかで、多分どっかのサイトはですね、そういう風に上げて考察みたいな感じで。で、それが本当の既成事実として一人歩きしてしまったパターンですよね。ルフィの母親も今否定されてますけど、エースが生き返るとかね、そういうのはもうないです。ルフィの母親とかに関しても発言されたことは一切ない。海外のジャンプがあるんです。北米版ジャンプっていうのがあって、そこで SBS みたいですね、読者投稿に小田さんが答えるっていうのがあって、そこで母親像みたいなのを話してて、それはなんていうんですかね、まあダダンみたいな母親像。もしルフィで母親がいるとすればそういう人でしょみたいな。でまた SBS でもなんで母親の話はあんまり書かないんですかみたいな、ワンピースの話全体でですね、母親の話はあんまり、父親の話はたくさん出てくるけど、書かないんですかみたいな時には、母親っていうのは冒険の対義語だから書きたくないみたいな、書かないよっていうのをおっしゃってるんですね。そうなんだ。一切描かれないとは言い切れないけど、ワンピースがあと5年って現時点で言われてますけど、今から畳みかけていくじゃないですか、どんどん。その中にルフィの母親のストーリーを盛り込んで果たして面白いかなんですよね。と思うと、これはないと思います。じゃあこれ他にも言われているルフィの母親はすでに出ていますってのも嘘？嘘ですね。だから僕らの知らない小田先生ですね、それ。誰みんなどこの誰の小田先生に聞いたの？ないです。確実にないと思います。というか、1話に何でも出したがるじゃないですか、みんな。出したがる。ね。でもね、今考えればもしかしたらそういうことは小田さんは書きうるかもしれないけども、1話って小田先生新人漫画家ですよ。そうですよね。10週で打ち切られる可能性大なわけですよね。必死に10話までを結びつけたいんです。テンポよくね。で、言ったらゾロの話とかも、今では考えられない過去編の短さじゃないですか。めっちゃ短いですよね。あれはテンポ重視なんですよね。間違いない。今みたいにゾロの過去編みたいなのを4話5話やってると多分打ち切られちゃうんです
ですよ。確かに確かに。なので最初はポン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 書いていかないと、読者がついていかないっていうことで、そういう速さで書かれてるんですけど、そういった意味でも1話でそういうのを隠して、何話か後で出そうなんていう魂胆はまず考えることができないと思います。そうなんだ。じゃあもうラスボスとかワンピースの正体でも一切語ってない。語ってないですね。これは早速びっくりしますね。まあワンピースの正体は、はいちゃんとしたものだよっていうのはインタビューとかテレビでおっしゃってましたけども、はいはいはいまあ絆とかそういうのじゃなくてね、ちゃんとしたものが言ってますもんね。そう実在する。そう。じゃあ続きまして、眼帯の海賊は出しません。最後の方になんか出しますみたいなことを聞いたことがあって、なんかそれも、そのやっぱ海賊って言ったらすごい眼帯のイメージあるじゃないですか。まあそうですね。なんでこう出さないんですかみたいなのに対してなんか言われたんじゃないかっていうの聞いたことあるんですけど、これってどうなんですかね。これはですね、小田さんは、言ってます。言ってる。これは言ってますね。10周年の時ですね。2007年、眼帯の海賊を物語の終盤に出します。それを楽しみにしてますみたいなことを書かれてるんですけども、これ眼帯の海賊、いつ出るかなんですけど、そうですよね。僕はこうストーリーを追っててですね、当時、これは眼帯の海賊じゃないかっていうのは2つあって、1つがですね、まず693話かな、カラーイラストでニューエイジっていうあってですね、放射線上にこう描かれていく中で、まだその時書かれてなかったカイドウが左上に書かれてるんですよ。その時はカイドウの顔は全く描かれてないっていうか分かってなかったんで、もしかしたらこれが俺眼帯じゃないかって思ってたんですよ。なるほどなるほど。ただこれ違ったと、もう一つ思ったのは、さっき戸谷君が言ったように、眼帯って海賊らしい海賊のモチーフですよね。そうですよね。なので海賊らしい海賊って言ったら小田さんは黒ひげなんですよ。おお、なるほど。いろんな設定画を描くけども、黒ひげは最も海賊らしい海賊としてたくさん書き込まれてやっと誕生したっていうしっかり設定のもと作られてるキャラクターなので、ティーチがつけるんじゃないかっていうのをずっと僕は思ってたんです。ただ蜂の巣で再登場した時に2年後の姿の時に、その時に眼帯をしてると思ったんですね。なるほどなるほど。ティーチがしてるならその時。22億出た時ですよね。そうです。なんですけどその時にはなくて、また別のキャラクターが多分つけてくるんでしょうけども、ちょっとここで豆知識なんですけど、実はですね、眼帯のキャラクターっていうのは2コマ出てるんですね。だって出さない言うてるんじゃないですか。言ってるんですけど、2コマ出てるんです。でも出されたら小田先生が発言してるんですよね。じゃあ嘘ついた？いや、ギリ嘘じゃない。ギリ嘘じゃない。なぜなら眼帯の海賊ではないから。どういうこと？眼帯の動物がいるんですね。眼帯つけた。おっと？いるんですよ。これがバギーの扉連載ですね。バギーが逃げるときにこのピラニアみたいなですね、ほんまや。魚が眼帯をつけてるんです。してる。相当初期の話ですけど。そうですね。でこれをめくっていくと、この2話後にも、この魚なんですけど、こんなにちっちゃく眼帯をつけてるっていう。ほんまや。これが物語の終盤に出てくるわけないんで。造形の能力者。いやいや、これバギーと因縁がある。これは出ないと思う。眼帯の、キャラクターっていうのは、実はちょっと登場してるんだけども、本当に海賊らしい海賊が今後、ティーチかもしれないけども、また別でロックスかもしれないし出てくると思いますね。これはすごい楽しみにしておかなきゃいけないし、そのキャラクターが出てきてしまうと、僕らファンはちょっと悲しいんですけど、物語が終盤っていう証拠でもあるんですよね。確かに。もう僕普通にシャンクスかルフィやと思うんですけどね。なるほど。それもかっこいいな。そう、かっこいい。かっこいい。それがルフィがやったらまた海賊らしい海賊っていうのも当てはまるし、面白いな。じゃあ続きまして、これは結構最近言われてるんですけど、ルフィに立ちふさがる過去最大の敵がいると。それが存在すると。ジャンプフェスタでおっしゃったというか発表された中の一文ですよね。明かされてないんですけど、あの時に発表されて今頃それが書き始めてると想像すればロックスですよね。そうっすよね。単純にロックスじゃないかなと思うんですけど、まだ走りしか本当書かれてないじゃないですか。そうっすよね。だけど情報量がもうそのギュッと一文だけでねたくさんあるので、これは2020年とかその先のメインテーマになると思いますけど、過去最大の敵ですよね。これはもう楽しみにしときましょうっていう感じですよね。これに合わせて2年前か3年前のジャンフェスで頂上戦争が可愛く見える戦争が起きるみたいな、それもまだ全然起きてないんで。ないですよね。スタンピードのあれでも言ってましたね。そう。スタンピードもう今の時点では最高だと思います。この間のインタビューですね。ただ僕が書く終盤はこんなもんじゃないみたいなことをおっしゃってて、すごいですよね。一体何が起きるんだっていう、もうちょっとワクワクするしかないですよね。でもう一個聞きたいことがあって、これジャンプに書いてた記憶があるんですけど、
後編開幕って書いてたと思うんですよ。うん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 。でも4後編なんて、まあ、最近の物語こそちょっと4後編っぽいなと思うんですけど、まあ、それでも別に4後全が出てきてるわけじゃないし、あれは一体何だったんだっていう。確かに書いてありましたね。はい。で4後編っていうかそのジャンプの表紙の問題はですね難しいんですけど、はいまあもちろん表紙は編集の方が考えて作られてるっていうのがあるんですけど、はいレベリーとかワノ国編とか細かく分けてるけど、もしかしたら最初の段階ではもう丸ごと4後編っていうくくりだったのかもしれないですよね。ジャンプのこう最後らへんに、はい次週のジャンプの予告がよく書いてあるんですけど、書いてますね。あれですねかなり間違った情報が多いっていうか、あんまり信用しなくていいと思います。そうなんですか？そうなんです。なんかあれはですね、はいそこまで監修されてないんじゃないかなって思うぐらい、作ってるのは多分別会社さんだと思うんですよ。ジャンプも集英社だけで作ってるんじゃなくて、表紙はバナナグローブスタジオさんがこの作られてたりデザインをされてたり、キャラメルママさんっていうのがファンブックとかいろんなものを作ってたりっていうので、ジャンプの中でもいろいろ細分化されてるんですよね。そこのページをもちろん集英社の方も見てるんでしょうけどざるなんですよ。このキャラクターがみたいな感じで書かれても全然出なかったりするんで、そうもちろんそれでワクワクして、それで違って違うやんって思うのもまた楽しんでるんですけどそんなに信用しなくていいというか。そうなんだ。そうですね。じゃあ小田先生の発言に見せかけただけで実際は小田先生が言ったわけじゃないんですね。そうですね。そうなんだ。てっきり小田先生が4後編開幕しますって言って微妙なとこ。小田さんももしかしたらその時点では4後編っていうくくりで書き始めたのかもしれないですよね。でも気づいたらホールケーキアイランド編になってたみたいな。わかんないなそれは。まあ確かに。ホールケーキアイランドも最初ね、今は WCI ですけど最初 HCI でしたもんね。あれはミスですね。じゃなんか最後、亀木さんのとっておきの小田先生が語ったストーリーに関するエピソードとかなんかありますか？エピソードっていうか世間でよく言われてるのは、牧野さんの父親は誰かっていうのはよく言われますよね。ああ、言われてる。これもよく考察サイトとかまとめられてますけど、トイ君誰だと思う？いやーもう僕割と9割シャンクス、なるほど、1割サボですよね。もう考えうるキャラクターっていうのはそれぐらいしかいなくて、シャンクスがいろんなところを移動できる可能性があるキャラクターだとすればシャンクスであってほしいっていうのはあるんですけど、一つ僕が思ってるのが、小田先生って結構思わせぶりなことを言うんですよ。言いますよね。なので仮に小田先生らしさだけを求めていくと、牧野さんの父親は誰も知らない風車村の村田さんとかそういう全然知らないキャラクターでもなんかすごくありえるなっていうのは。なるほど、みんなすごい言ってるけど、実は風車村の村田さんだと。全然知らないキャラクター小田さんの中ではワンピースの世界ではいるけど全然読者にもお知らせしてないようなキャラクターじゃないかなっていうのもありますね。一般男性ちょっとやだ。ちなみにこれ小田先生がこの牧野さんの結婚についてなんか言及したことってあるんですか？あれは、SBS63 巻だと思いますけど、でその中で確かに結婚して子供を産みましたみたいな、母親になりましたみたいな言ってて、父親はやっぱりあの人だろうなーって誰とは言ってない匂わせてるだけ。描かれるんですかね？どうかな、描かれるにしても、さらっとだとは思うんですよね。がっつり描くっていうのはルフィの冒険とはまた別のところなので、扉絵連載の中でもしかしたら明かされるかもしれないし、さっと描かれるんじゃないかなと思います。ルフィ、牧野さんの店にいつか宝払いしに行かないといけないじゃないですか。で宝払いしに行きました。そこで「来たかルフィ」あそこで父親がそこで待ってる。そうシャンクスが違うまあそれもまた楽しいな。はい、というわけで本日はこの小田先生のストーリーに関する発言についてね語ってもらいました。ありがとうございました。今日の動画よろしくぜひ高評価教えてください。で僕ね上地さんの方のチャンネルも出てるのでぜひ見てください。お願いします。それでは See you。明日の元気はここからこやちゃんパワーをまき散らす。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォローチャンネル登録してね。お休み前はごやっきーチャンネル。